ジョン・ロックは17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍したイギリスの哲学者であり、自由主義思想の礎を築いた人物として広く認識されている。彼の代表作政府論2編、2 Treatises of Governmentは、自然状態から社会契約を経て国家が成立するプロセスを理論的に構築した画期的な著作であり、現代の民主主義国家における政治体制や人権思想の理論的基盤を提供した。ロックは、人間は自然状態において自由で平等な存在であり、理性によって自然法に従って行動するとした。この自然法とは、人間の生命、自由、財産を尊重すべきであるという普遍的な道徳的原則を指す。彼は、自然状態においても人間にはこれらの権利が先天的に存在すると主張し、政府の存在以前に個人が保有する自然権の概念を明確にした。この思想は、当時の絶対王政を正当化する神権政治論や父権主義的統治理論に対して根本的な批判を加えるものであった。特に、ロバート・フィルマーのパトリアーシーにおける王権真珠説を批判し、王権がアダムからの血統魔と継承に由来するという主張が根拠に乏しいこと、そして血統による統治は自然法に反するものであると論じた。ロックの社会契約論は、自然状態が持つ不安定性を解消するために人々が自発的に政府を設立するという構造を持つ。彼によれば、自然状態では個々人が自然法を解釈し執行する権利を持つが、その判断が偏りがちであり、紛争が生じた際に公正な裁定が困難になる。このような混乱を避けるために、人々は自らの一部の権利を国家に委ね、代わりに生命、自由、財産の安全を保障してもらう。しかし、ロックの契約論は、権利の完全な譲渡ではなく、限定的な権力の委任に過ぎないと強調する。すなわち、政府はあくまで人々の権利を守るための代理人に過ぎず、その権限を超えて権力を乱用すれば、人民は抵抗する権利を持つ。この点が、ホッブズのリバイアサンにおける絶対主権論と決定的に異なる。ホッブズは混乱を避けるために主権者の権力が絶対でなければならないとしたが、ロックは権力の分立と統制を前提とした、制限された政府の理念を打ち出した。彼は、立法権と執行権の分離を提唱し、立法権が最高の権力であるとしながらも、それが人民の同意に基づかなければならず、人民の財産を不当に侵害してはならないと規定した。このように、政府の正当性は、同意にあり、その同意がなければいかなる統治も正当化されないとする考えは、後年の民主主義理論の中心的概念となる。ジョン・ロックの思想において、財産の概念は、単なる物質的富を意味するにとどまらず、人間の自然権の核心として位置づけられる。彼は、政府論2編第5章において、人は自分の身体の労働を通じて共有物に自分のものであるものを加えると述べ、労働によって共有されていた自然資源が個人の所有物へと転化するとした。この労働混合理論は、人がリンゴを積んだり、土地を耕したりする行為を通じて、その対象に労働を投入することにより、その成果がその人の財産となるという論理である。重要なのは、この過程で、浪費せずに利用する限り、所有は正当化されるとした点である。つまり、腐敗しない範囲で消費できる量を超えて所有することは自然法に反するとし、貨幣の登場によってこの制約が緩和されたと分析した。金や銀のような腐らない貨幣が生まれたことで、人々は所有の限度を超えて富を蓄積できるようになったが、これは人々が暗黙のうちに貨幣を認める、合意が成立した結果であるとロックは解釈した。このように、財産権は自然状態においてすでに存在するが、政府の成立によってその保護がより確実になる。この財産権の思想は、後の資本主義社会における私有財産の正当性を理論的に支える基盤となり、アダム・スミスやミルらの古典的自由主義経済思想に大きな影響を与えた。特に、アメリカ独立宣言における、生命、自由、及び幸福の追求という表現は、ロックの、生命、自由、財産の3つの自然権を直接的に反映している。トマス・ジェファーソンが、幸福の追求に語を置き換えたのは、財産権をより普遍的な価値として捉え直す意図があったとされるが、その思想的遠源は明らかにロックにある。また、アメリカ合衆国憲法修正第5条における、財産を公益のためにはみだりに取り上げてはならないという規定も、ロックの財産権尊重の理念を法制度に反映した一例である。さらに、フランス人権宣言やドイツ基本法にも、個人の基本的権利として財産権が明記されており、現代の立憲民主主義国家における権利保障の枠組みに、ロックの思想が深く浸透していることが伺える。しかしながら、
ロックの財産権論には現代的な視点からの批判も存在する。労働を投入すれば誰でも自然資源を所有できるという前提は、先住民の土地利用形態や共有型の経済システムを無視するものであり、植民地拡張の理論的正当化に利用されたという指摘がある。実際に、17から18世紀のイギリス植民地政策において、未開の土地は、誰のものでもない RES。成り行すものとされ、労働によって開墾した者が所有権を獲得するというロックの理論が、先住民の土地収奪を合理化する根拠として用いられた例は少なくない。このように、自由と個人の権利を擁護する思想が、逆に抑圧の道具ともなり得るという二面性が、ロックの理論には内在している。それでもなお、個人の自立性と市場経済の基盤としての私有財産の重要性を強調した点において、彼の思想は現代社会の構造を理解する上で不可欠な分析フレームを提供している。ジョン・ロックは、政治的自由と宗教的自由の分離を主張した点でも、近代自由主義の先駆者としての地位を確立している。彼が1689年に発表した、寛容の手紙レターコンサーニング。タレーションは、国家が宗教的信念に介入すべきではないという原理を体系的に論じた初期の文献の一つである。当時のヨーロッパでは、宗教的信仰が政治的忠誠と強く結びついており、国教の教義に反するものは迫害されることが一般的だった。イギリスでも、王政復古後、国教会、英国国教会以外のプロテスタント諸派やカトリック教徒が差別の対象とされてきた。このような状況に対し、ロックは、国家の目的は人々の世俗的幸福を守ることであり、魂の救済は個人の内面的な問題である、として、政府が宗教的信仰を強制することは権限の越境だと断じた。彼によれば、教会は自発的な共同体であり、個人が自由に参加・脱退できるものでなければならない。国家が特定の教義を強制すれば、かえって偽の信仰や形式主義を生み出し、真の信仰の形成を阻害するというのである。この寛容論は、当然ながら無制限ではなかった。ロックは、カトリック教会や無神論者に対しては寛容を認めなかった。カトリックは、教皇への忠誠が国王よりも優先されるとし、政治的安定を脅かすと判断した。また、神の存在を否定する無神論者は、制約や契約の道徳的拘束力の根拠を失うため、社会契約そのものが成立しないと考えた。現代の視点から見ればこの立場は矛盾しているように思えるが、当時の政治的、宗教的文脈においては、社会の秩序と統一性を守るための妥協点であったと言える。重要なのは、ロックが、思想の自由と信教の自由を個人の基本的権利として確立しようとしたことであり、この考えは後にアメリカ合衆国憲法修正第1条における政教分離と信教の自由の保障へとつながっていく。また、フランス革命期の宗教政策にも影響を与え、ヨーロッパにおける宗教的多様性の需要を促進する理論的支柱となった。さらに、ロックは教育の重要性にも深い関心を寄せていた。教育について、サムソーツ・コンサーニング・エデュケーションという著作を通じて、人間の心は、博識タビュララさであるとし、生まれながらに持つアイディーズ。花く、経験を通じて知識が形成されると主張した。この、博識説は、当時主流だったプラトン的な、魂の早期説や、デカルト的な、転換念説と対立するものであり、経験主義哲学の基礎を築いた。彼は、子供の人格形成は家庭と教育環境に大きく依存するとし、道徳的自制心、理性の発達、身体的健康の維持を重視した教育プログラムを提唱した。このような教育観は、後の啓蒙主義における人間の可塑性と社会的改善の可能性という思想に大きな影響を与えた。ロックの思想は、個人が理性と経験によって自己を形成できるという信念に基づき、自由な社会の構築に向けた人間像を示したのである。ジョン・ロックの思想は、単に17世紀の政治的状況に対する反応にとどまらず、その後の世界史における民主主義の発展に持続的な影響を及ぼした。特に、18世紀のアメリカ独立運動とフランス革命において、彼の社会契約論と自然権思想は理論的支柱として機能した。アメリカ独立宣言の起草者たちは、イギリス王ジョージ3世が植民地民の権利を侵害しているとし、人民が不正な政府を打倒する、抵抗権を正当化するために、ロックの理論を直接的に援用した。政府が人民の同意に基づかず、財産や自由を不当に制限すれば、その政府は解体されるべきである。この主張は、政府論2編の第19章に明確に記されている。また、アメリカの連邦主義や三権分立の制度設計にも、
ロックが提唱した権力の制限とバランスの思想が反映されている。立法府が暴走しないよう、執行権や司法権によるチェックが不可欠であるという認識は、モンテスキューに受け継がれ、アメリカ憲法の骨格を形成した。フランスでも、ボルテールやルソーをはじめとする啓蒙思想家たちはロックの著作を熱心に研究し、彼の自由と理性を重視する姿勢に共鳴した。ルソの社会契約論は、人民主権と一般意思の概念を通じて民主主義を再構築したが、その出発点はロックの議論に対する批判と進化であった。また、19世紀以降のリバタリアニズムや古典的自由主義の潮流においても、個人の自由と最小政府を施行する思想的源流として、ロックの名は常に参照されてきた。20世紀には、ジョン・ロールズが正義論の中で、ロック的伝統を再検討し、自由と平等の両立を模索する理論的枠組みを構築した。このように、ロックの思想は時代を超えて、政治哲学の中心的課題を問い続けている。現代においても、国家の監視拡大、プライバシーの侵害、経済的不平等の拡大といった問題に対して、ロックの自然権や政府の限界に関する議論は依然として有効である。個人の自由が国家権力によって不当に制限されていないか、財産権が一部の特権階級によって独占されていないか、こうした問いは、21世紀の民主主義社会においても、継続的に検証されるべきテーマである。ジョン・ロックは、権力への懐疑と個人の尊厳を基軸に、自由社会の永続的な原理を提示した。彼の遺産は、単なる歴史的記録ではなく、現代の政治的課題に真正面から向き合うための知的資源として、今なお私たちの前に立ちはだかっている。ジョン・ロックの統治理論、特にその第二論文、市民政府論は、近代自由をもぎ思想の礎石として広く認識されています。彼の思想は単なる哲学的施策にとどまらず、実際にアメリカ独立革命やフランス革命といった歴史的な変革運動を直接的な影響を与えました。1689年に出版されたこの著作は、当時の絶対王政体制に対する根本的な批判を含みつつ、人間社会における正義と秩序の新たな枠組みを提示しました。ロックの理論の最も重要な柱は、自然状態という概念です。彼は、人類が最初に存在した原始的な状態を仮定し、そこでは全ての人間が平等であり、生命、自由、財産に対する自然権を有すると考えました。重要なのは、これらの権利が誰かから与えられたものではなく、人間存在の本質的な属性として付与されているという点です。この自然権の概念は、後のジェファソンによるアメリカ独立宣言の、生命、自由、そして幸福の追求という表現に直接つながるものでした。さらにロックは、政府の正当性は被当事者の同意に基づくべきだと主張しました。これは当時としては非常に革新的な考え方であり、伝統的な君主制の正当性を根底から覆すものでした。彼によれば、人々は安全と秩序を維持するために自らの一部の権利を譲渡し、それを通じて政府を形成するのです。しかし、その政府が本来の目的である公共の善を追求せず、独裁的な支配を行う場合には、人民にはその政府を解体し、新しい政府を樹立する権利があると明言しました。ロックの思想の中で特に注目すべきは、彼の財産論です。彼は労働を通じて自然物に自分の価値を加えることで、それが個人の正当な所有物になると説きました。例えば、無人の土地であっても、そこに労働を投入することでその土地はその人の所有物となるという考え方です。ただし、彼はこの所有権にも制限を設けており、腐敗させずに利用できる範囲内での所有を条件としていました。これは現代の持続可能な開発の概念にも通じる重要な視点です。また、ロックは貨幣経済の出現により、この所有の制限が実質的に撤廃されることを認めています。貨幣の登場によって富の蓄積が可能となり、人々はより多くの財産を所有することが許されるようになったのです。この洞察は、近代資本主義経済の形成過程を理解する上で極めて重要な示唆を与えています。ロックの財産論は単なる経済理論にとどまらず、個人の自由と密接に結びついています。彼にとって財産とは、単なる物質的な所有物ではなく、個人の労働の成果であり、自己実現の手段でもありました。この視点は、後のリバタリアニズムや古典的自由主義の発展に大きな影響を与えました。ロックの政治思想におけるもう一つの重要な要素は、権力分立の概念です。彼は立法府と行政府の機能を明確に区別し、それぞれが異なる役割を果たすべきだと主張しました。この考え方は、後にモンテスキューによって発展され、近代的な三権分立の理論へとつながっていきます。
ロックにとって、他方権は国家の中で最も重要な権力であり、それは人民の代表によって行使されるべきだと考えていました。興味深いのは、ロックが司法権について明確な位置づけをしていない点です。これは彼の時代において司法制度がまだ十分に発達していなかったことを反映しています。しかし、彼の理論は後の世代によって補完され、現在私たちが知っている形の三権分立へと発展していきました。ロックの権力に関するもう一つの重要な貢献は、権力の乱用防止策についての考察です。彼は権力が集中することの危険性を認識し、それを防ぐための仕組みが必要だと考えました。具体的には、定期的な議会招集、法律に基づく統治、及び権力の適切な分配などを提案しています。これらのアイデアは、後の民主主義国家の基本的な運営原則として採用されることになりました。ロックの思想は宗教的寛容の用語にも及びます。彼は宗教的信念は個人の内心の問題であり、強制されるべきではないと考えました。この立場は、当時の宗教戦争や宗教的迫害が頻繁に行われていた時代背景を考えると、極めて進歩的なものでした。彼は国家が特定の宗教を強制することは不正であり、各個人が自らの良心に従って信仰を選択する権利を持つべきだと主張しました。ただし、ロックの宗教的寛容にも限界がありました。彼はカトリック教徒や無神論者に対しては寛容を認めませんでした。これは当時の政治的状況と彼自身の偏見によるものですが、それでも彼の思想はその後の宗教的自由の発展に大きな影響を与えました。特にアメリカ合衆国の憲法修正第1条に見られる信教の自由の概念は、ロックの思想を基礎としています。教育についてのロックの考え方も特筆すべきです。彼は人間の心は生まれながらにして、白板、タビュラ、ラサであり、経験を通じて形成されていくと考えました。この経験主義的な教育観は、後の啓蒙思想や近代教育学の発展に大きな影響を与えました。彼はまた、実践的な知識や道徳教育の重要性を強調し、単なる学問的知識の習得を超えた全人的教育の必要性を説きました。ロックの思想は、現代社会においてもなお重要な意義を持ち続けています。特に法治国家の理念において、彼の法の支配の概念は中心的な位置を占めています。ロックにとって、法律は統治者の恣意的な権力を制限し、市民の権利を保護するための道具でした。この考え方は、現代の立憲主義や人権保護の制度に直接つながっています。また、ロックの思想は現代の市民社会の形成にも大きく寄与しました。彼が描いた市民的契約のモデルは、国家と個人の関係を再定義し、市民としての権利と義務のバランスを示しました。この考え方は、今日の民主主義国家における市民教育や政治参加の促進に生かされています。環境問題への応用も興味深いポイントです。ロックの自然状態の概念や財産所有に関する制限の考え方を取り入れることで、持続可能な発展の理論的基盤を構築しようとする試みが行われています。特に、共有資源の適切な利用という視点は、現代の環境倫理学において重要なテーマとなっています。最後に、ロックの思想は国際関係の分野でも影響を与えています。彼の自然権の概念や政府の正当性に関する理論は、現代の国際法や人権保護の枠組みに組み込まれており、国際社会における正義と秩序の維持に貢献しています。このように、ロックの思想は単なる歴史的な遺物ではなく、現代社会においても生き続ける重要な知的資源なのです。17。1689-1690 2 Treatises of Government。3。一重引用符一重引用符。一重引用符一重引用符。Enough and as good left in common。2688。18。一重引用符、一重引用符一重引用符、一重引用符。1689A Letter Concerning Taxation。一重引用符一重引用符、シビルインタレスツ。一重引用符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 。一重引用符、一重引用符一重引用符、一重引用符。一重引用符一重引用符。フェデラティブパワー。1789。一重引用符、一重引用符。一重引用符一重引用符、一重引用符一重引用符、一重引用符一重引用符。19。20。ジョン・ロックは17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍したイギリスの哲学者であり、近代自由主義思想の創始者として広く認識されている。
彼の思想は、政治哲学のみならず、教育論、認識論、宗教の自由など多岐にわたる分野に深く影響を与えた。特に1689年に匿名で出版された、政府論は、専制王権への直接的な批判として書かれ、当時のイギリスにおける名誉革命、1688年の正当性を理論的に裏付けた重要な文献である。この著作では、ロックは、自然状態という仮説的な人間の原始的状態から出発し、人間が生まれながらに持ち、いかなる権力にも侵され得ない、自然権を主張した。これらの自然権とは、生命、自由、そして財産の3つであり、中でも財産権の概念は、ロックの理論の中で極めて中心的な位置を占めている。彼は、人間が自分の労働を通じて自然物に働きかけることで、そのものに、所有権が発生すると論じた。例えば、誰かが野原の土地を耕し、作物を植える行為は、その土地に対して正当な所有を成立させるというのである。この、労働による所有権の獲得というロジックは、後に資本主義経済における私有財産の正当性を支える理論的基盤となり、アダム・スミスやカール・マルクスを含む後世の経済思想にも大きな影響を与えた。ロックはまた、自然状態においては万人が自然法に従うべきであるとしながらも、その法を実行的に守る機関が存在しないため、人々は互いの権利を侵害し合う危険にさらされていると指摘した。そのため、人々は自らの権利をより確実に守るため、社会契約を結んで政府を形成するに至るとする。この政府は、自然権を保護するための手段に過ぎず、その権限は人々が委任した範囲に限定されるという点が、ロックの思想の核心である。ロックは、政府の正当性は人民の同意に由来すると明確に主張した。これは、当時主流であった、王権真珠説、すなわち王の権力は神から直接授けられ、人民はそれに従う義務があるとする伝統的信念への直接的な挑戦であった。彼は、ロバート・フィルマー卿がパトリアーシーにおいて展開した、すべての権力はアダムから始まり、それが王に継承されるという家父長制理論を徹底的に批判し、その理論が歴史的、論理的に破綻していることを論駁した。ロックは、アダムが本当に全世界を所有していたとしても、その所有権が現代の君主にまで法的に継承されていることを証明する方法は存在しないと論じた。さらに、子供たちは父に従う義務があっても、それが政治的服従に直結するわけではないとし、家族内の権威と国家の権威は本質的に異なるものであると主張した。このように、ロックの理論は、権力の起源を神や伝統ではなく、個々人の理性と同意に求めることで、近代民主主義の基盤を築き上げた。彼によれば、政府は人民の自然権を保護するために設立された存在であり、その目的を果たさない、あるいは権限を超えて専制的になるような場合は、人民には政府を解体し、新たな政府を樹立する権利があるという。この抵抗権の概念は、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言に明確に反映されており、特にトーマス・ジェファーソンが、生命、自由、及び幸福の追求という表現を用いた際も、ロックの、生命、自由、財産という三権の構図を意識していたことは明らかである。ロックはまた、権力の集中を防ぐために、立法権、行政権、連邦権、外交、戦争に関する権限の三権を分立させるべきだと提唱した。これは、後にモンテスキューによって発展される三権分立理論の先駆けとみなされており、現代の多くの民主主義国家の憲法構造に深く影響を与えている。ジョン・ロックの思想は、単に理論的な哲学にとどまらず、現実の政治変革に直接的な影響を与えた。18世紀のアメリカ独立運動において、植民地の指導者たちは、英国議会による課税に、代表なくして課税なしというスローガンを掲げ、自分の財産を守る権利が侵害されていると主張した。この主張の背後には、ロックが政府論で展開した、政府が人民の財産権を守る義務を負っているという考え方が明確に存在していた。ベンジャミン・フランクリンやトマス・ジェファーソン、ジョン・アダムズらは、ロックの著作を深く研究しており、独立宣言の起草にあたってその思想を直接的に取り入れた。例えば、独立宣言の第二段落には、すべての人間は等しく創造され、造物主によって得る定員不可得の権利が与えられている。その権利とは生命、自由、及び幸福の追求である、とあり、これはロックの自然権思想を忠実に反映している。また、政府の正当な権力は、非統治者の同意から得られる、という記述も、ロックの社会契約論の核心をなす主張そのものである。フランスにおいても、1789年のフランス人権宣言は、自由、所有権、安全、
及び抑圧への抵抗は人間の自然かつ不可侵の権利である、と規定しており、ここでもロックの影響が色濃く見られる。特に、所有権が基本的人権の一つとして明記されている点は、ロックの財産権重視の立場に由来する。また、フランス革命の指導者たちも、専制王政を打倒し、人民主権に基づく国家を樹立する正当性を、ロックの抵抗権理論から導き出した。こうした歴史的文脈において、ロックの思想は単なる学問的議論ではなく、体制転覆と新しい国家の建設を支えるイデオロギーとして機能したのである。彼の理論は、権力の正当性を個人の権利と同意の観点から再定義し、それまで支配的だった権威主義的秩序に対して、近代的な民主主義の原理を打ち立てた。ジョン・ロックはまた、宗教の自由についても先駆的な主張を行った。1689年に、寛容の書簡を発表し、国家が宗教的信念を強制すべきではなく、個人の良心の自由が保障されるべきだと論じた。この主張は、当時のヨーロッパにおいて、国教による異端迫害が日常的に行われていた状況を強く批判するものであった。ロックは、宗教は個人と神との間の関係に過ぎず、国家はその領域に介入すべきではないとし、信仰の強制は真の信仰を生み出さないと論じた。例えば、誰かを脅迫して特定の教義を信じさせても、それは心からの信仰ではなく、単なる形式的な服従に過ぎないというのである。彼は、国家が宗教的統一を求めるのは、社会的秩序の維持のためであるとされるが、それよりも、良心の自由を保障することが、より安定した社会を生むと主張した。ただし、ロックはカトリック教徒や無神論者については寛容の対象外とすべきだと考えていた。カトリック教徒は、教皇への忠誠を優先するため、国家への忠誠を脅かす可能性があるとし、無神論者は神に対する恐れがないため、制約や契約を守らないとみなしたのである。現代の視点から見ればこの立場には矛盾があるが、当時としては、プロテスタント諸派の間での相互対立を乗り越え、ある程度の宗教的多様性を認めようとする画期的な試みであった。ロックの寛容論は、後にアメリカ合衆国憲法修正第1条における政教分離と信教の自由の保障に大きな影響を与えた。また、個人の内面的自由、つまり思考や信念の自由が、政治的自由の前提であるという彼の見解は、現代の人権思想における思想の自由や表現の自由の理論的基盤ともなっている。このように、ジョン・ロックは、政治的権利だけでなく、精神的道徳的自由の重要性も早期から認識し、それらが互いに支え合う関係にあることを示したのである。彼の全思想は、個人の自立性を中核に据え、国家はその自立性を侵害せず、むしろそれを守るために存在すべきだという一貫したメッセージを発している。